築47年の家をリフォームしています。お施主様はなんとこのチャンネルの視聴者様です。 DIY ヤーと大工のコラボリノベーションが始まりました。シロアリの被害と家の傾きに悩まされましたが、今回ついに完成です。まずはこれまでの道のり13話分をぎゅっと一気にご覧ください。すべてが想像を超えていました。ちょっとここ乗ってみて。直さなあかんな。負荷が少ないの。ここね。405寸が入ってる。施主様がほぼ解体を済ませてくれた状態から工事スタートです。家の奥に行くにつれて基礎が大きく沈んでいました。勝手口ドアを残したまま内側に壁を作ります。もうこっちで壁作れるか。サッシは残すけどシロアリだらけ。何から手をつけよう。どっついたら折れへん。大引きもつかも全部撤去して組み直すことにしました。こんだけ生きてたら。まずお風呂の水漏れで朽ち果てた土台を入れ替えます。アンカーボルトにナットがついていません。土台と基礎がつながってない。置いてあるだけ。ほぼすべてのアンカーが刺さっているだけです。長さを間違えたのでしょうか。壁を撤去して間取りを変更するので補強をする必要があります。土台の欠損があるので筋交いの向きを変えました。こんなに上げなあかんな。88で。床レベルを調整しながら大引きを1本ずつ取り付けます。金物による耐震補強も行いました。助っ人はベテラン大工の清水さん。勝手口を残したまま洗濯室の床を作ります。直してばかりで前に進んでいる気がしませんでした。そんな中、着々と床を組んでいく清水さん。
今回は触らない階段とトイレ下の土台は交換できません。床の組み方向を変えるなどの工夫が必要でした。家が歪んでいるので積み出しに苦労しました。水道屋さんも奮闘してくれました。おのおのが工事内容を瞬時に理解して確実に仕事をしていきます。後施工アンカーを取り付けます。基礎と土台をつなぎ、アンカーで家を固定します。シロアリで下地がボロボロだった玄関。新しい玄関が来るまでは既存の玄関は外せません。このままの状態で下地だけを取り替えます。そして急遽壁にニッチを作ることになりました。ちょっと斜めかな。壁と開口部の下地を調整します。階段下はオープン収納スペースになります。カズさん曰く、ここはドアをつけたかったそうです。後で施主さんが DIY で棚を作るなど有効活用してくれると思います。建具や天井の下地を組みます。およそ1寸の柱の傾きをどうするか、このタイミングでの判断は辛いものがありました。このままではボード張や建具の取り付けができません。柱を垂直にカットして削り落とすことにしました。じゃないのこんなに。もうちょっと待って。合間を縫って電気屋さんがきれいに配線をしてくれました。はい。天井下地完成です。天井のボード張りです。そうか。この家は直角なところが一つもありません。傾いてる柱とそうでない柱があるのでなかなか進みません。大丈夫？見えとる？本当にか？
終始家の歪みとの戦いでした。清水左官と村田左官による土間打ちです。施主様からの差し入れです。減るといつの間にか補充してくれていました。工事再開。次はフローリング工事です。最初の一列が肝心です。壁を後で貼るのでぴったりつける必要もなく、今回はスムーズに作業が進みました。玄関の上がりがまちと幅木をつけます。現代のプラスチック建材に少々手間取りました。最近の建材は誰でも簡単に扱えますが、複雑な加工には向いていません。最後は階段下の少し難しい箇所です。既存階段を残しながら床をうまく収めることができました。建具枠と窓枠を取り付けます。窓、クローゼット、片引き戸のそれぞれの枠が干渉し合う箇所です。収め方に大工のセンスが問われる箇所です。すべての窓枠も新しく入れ替えました。壁に石膏ボードを貼ります。ここまで来ると工事が進んだなと実感します。階段下の壁は斜めにボードをカットします。いろいろありましたが、なんとか壁ボード張りまで終わりました。あとはキッチンの取り付けと細かい仕事を残すのみ。
対面キッチンのカウンターを作ります。リフォームの際、キッチンを壁付けタイプから対面式に変える方は多いです。LDK というものがなかった昔のお家は台所に食事スペースがあり、今とは完全に分かれていることが多かったようです。今回のキッチンは施主様による支給品です。未使用のキャンセル品などを購入されたのと思っていましたが、新品ではなく一度どこかで取り付けられたのをばらしたものでした。経験上、一度組んだものを外すと何かと不具合が生じることが多いです。施主様支給のキッチンを取り付けることも初めてですが、中古のキッチンを取り付けるのも初めてです。うまくいくと良いのですが、キッチンが来る場所は特に壁の垂直や角の金がちゃんと出ているかが重要になります。うわぁ、しゃあないわな、傾いとるで。うわぁ、きついね。全部ふかす。そんなわけにいかんの。浴室側の壁は湾曲しており、窓側の壁は倒れています。湾曲にしようかな、それか。これ動かすのもきついよね。それらの傾きや兼ね手を計算し、キッチンがきれいに収まるようにカウンターの位置を正確に出す必要があります。通常、このようなカウンターの下地幅は3寸5分の厚みを持たせますが、今回はリビング側のスペースを最大限に取るために2寸で作ります。キッチンを据えることでカウンターがしっかり収まります。工場でカットしてきたタモの修正材です。今回塗装や仕上げは施主様が担当してくれます。修正材は無垢の一枚板に比べて木目にムラがあります。クリア塗装するよりも濃い色味の塗料で塗装すると良いと思います。あれ？キッチンパネルを貼ります。施主様は以前このチャンネルで投稿したキッチン取り付けの動画を見たことがあるそうです。
通常、新設のキッチンは専門の取り付け業者さんが行います。ですが、今回は施主様支給の特殊なケースなので、私たちが取り付けることになりました。あ、同じ品番や。マジ？それ買ってこなきゃだ。ダメだ、死んでる。マジか。パネルボンドが全滅です。オードロック最高。急遽買い出しに行き、工事再開です。いつも先に取ってるよね。先に取ってる。シールだけね。うん。うわー、ミスった。初めてキッチンパネル入った時にね、外でやってて、石ころついたの。うん。で、叩いてバキッて折れた。で、やり直し。うん。で、中の石膏ボードでやりました。ああ、最悪。うん。剥がれないから。結構ショックだったよ。よいしょ。キッチンパネルの貼り直しほど辛いことはありません。もう二度と経験したくありません。最近の充電工具は安全ですが、昔のドリルは特に危険です。バリが効かないよ。手首や腕がねじれて怪我をすることがあるので注意が必要です。キッチンパネルが貼れました。あとはキッチンを設置するだけ。そう思っていたのですが、揃っているか不安です。はい、ここら辺じゃ。はい、左も。もうちょい左で上げます。最初に換気扇を取り付けます。はい、本決めしてもらうから、まず左打ったって、回しすぎに気をつけてね。次右、はい。上手上手。いいんじゃないの？いいよ。上手上手。オッケー。あれ？やってんな。まあ、それ切断によるか。ちょっとないで。何かが足りない。こんだけ？ビス以外にもちょこちょこ部材が行方不明などありましたが、なんとか取り付けることができました。結構壊れてるね。まあ、最終的には隠れる部分なので気にせず工事を進めます。ビス穴がすでに開いているので組むのは楽ちんでした。下穴付きやから楽。思った。ちょっと待って。せーの。うわ、上げれる？ステンレスのワークトップが結構な重量です。上に上げながらここに乗せてみたいな感じ。せーの。はい。ちょっと待ってよ、重たいぞ。
回トンと置いて、ずるずるずるってするでしょうか。あげるよ。はいせーの。はい。あ、じゃあでも、全然やってない。そっちからいかなかったってことか。あー、これちょっとよっちゃんとじゃ危ないかな。これ耐える前にさ、そこさ、またして、これダブル。そう。そうそう。L 字なので少々扱いづらいです。これもうちょっと押させて。はい。カウンターの点が柔らかそうなんで、向こう上げてこういく。上げて、もっと上げて、もっと上げて。で、そっちストロンと落とすよ。せーの。はい。ちょっと耐えとってくれる？はい。キッチンのさ、羽に傷つけない。もう塗りだけ手前に塗りだけ。はい、塗りました。はい。どこが当たってる？ストップ。ちょっと変わって、ここ戻って。これつくかな、これ。鼻はないかな。硬いね。ここが入ってる。水平に水平にあるよね。その傷だけ気をつけて。あ、はい。ナイス。グッと押しちゃって。そう、ナイス。なんとか設置できました。こうして、ちょっと一瞬焦ったんで、これやばいやつかもって一瞬思ったの。これ見て、この王様に俺が決めたの。これ、こういうことっすよ。ほっとしたのもつかの間。うわー、よっちゃん。やらかしました。ちょっとこじったかな。マジか。てか無理かもね。知らないさ。ここに来てんの、これが。へこむね。へこむ。へこむわ。泣きそう。二度と経験したくなかったキッチンパネルの貼り直しが今やってくるなんて。本当なら石膏ボードも取り替えるべきです。しかし、またこの重い天板を取り外してキッチンを組み直すこと自体が非常にリスクが高く、新たに他の場所を破損する可能性が大きいです。施主様支給である中古のキッチンと同じ部材や部品を調達するのは困難です。ここは申し訳ないですが、ボードはそのまま利用させてもらいました。施主支給というのは、施主様にとっても取り付ける業者側にとってもリスクが高いことを身をもって体験する事例となりました。リクシル製の玄関ドア、カバー広報用のリシェントです。既存玄関サッシの枠を取り外します。壁は東西にも南北にも傾きがあり、タイルの床は水平が出ていません。しかし、玄関ドアは完全に水平垂直に取り付ける必要があります。
既存タイルの上に施主様が新しくタイルを貼るので、枠を少し上げて取り付けます。玄関は枠を決めるまでが勝負。その調整に極限までこだわってくれました。施工条件はあまり良くなかったのですが、完璧に取り付けてくれました。大工仕事もあと少しです。今回触らなかった階段と床との境界となる1段目のケコミ板を取り付けます。新しい板を使うと他と色が違ってしまいます。古い釘をサンダーで削ったり、ボンドを取ったりと手間はかかりましたが、既存の板を再利用しました。そう。やらかしました。結局、新しい材料を使うことに。養生テープを貼るか、板を重ねて切るなりすればよかったかもしれません。いずれにしても、古いベニヤ板の層が劣化していて、無理だったかもわかりませんね。既存の板は4ミリなのに対し、新しい板は 5.5 ミリと丈夫になるので、良しとします。付着しているボンドや釘を取り除きます。工事終盤にはこのような細かい仕事が結構残っていて、割と手間がかかります。そしてこの狭いスペースで手元が映るように撮影するのもちょっと大変でした。段板裏の溝にはめ込むので、板を短めに作ることはできません。ケコミ板は溝にしっかり入れないと床鳴りの原因となります。溝の中に付着している木工ボンドを除去します。普段は見えない場所なので、溝を無視して下地をし、蓋をすることもできますが、できれば溝にはめ込みたいところです。板を溝に差し込むときに床の上を滑らせるので、傷防止のため養生テープを貼ります。格闘している間に表面が汚れてしまったので、細かいペーパーで少し研磨します。こういった地味な作業は、いわゆる大工仕事とは呼べないかもしれません。実際の現場では大工さんとしての華のある仕事ばかりではなく、一見誰も気づかないような地道な仕事の連続だったりします。この一連の作業に1時間以上かかってしまいました。ケコミ板を無事に溝にはめ込み、取り付けることができました。あと少し、あと少しです。まとめて切ったはばきを私がボンドをつけて、カズさんが一気に取り付けていきます。
先にパテを塗ってもらったのですが、少し取り付けに支障が出ました。普通、大工造作の途中でクロス屋さんが仕事を始めることはありませんが、ここは DIY やコラボリノベーションということで、多少の工程の前後はつきものですね。床材の小口にかぶせるアルミの見切り材です。玄関を基準に床の高さを水平に作り、掃き出し窓の床にこのアルミアングルを取り付けて段差を調整しました。いい感じ。はい。キリがないってやつやね。なんや、かけしんどい。なかなか結構大変なやつ。結構面白いやつ。265。次のページに書いてあるね。書いてるとか。いいな。おいで。